どうもこんにちは、川口の健です。今日はビスポークシューズの完成の紹介をしたいと思います。今ちょうどビスポークシューズ完成したもの、間際のもの4足ありますので紹介したいと思います。ビスポークはちょっとタイミングによって紹介できたりできなかったりなんですが、今回4足紹介させていただきます。今回4足こんな感じになってます。かなりスタンダードでシンプルなものからかなり変わったものまで揃ってます。まずはこちら完成間際、ちょっと出力まだなんですが、靴本体は仕上がってます。こちらの靴はですね、アッパーにツキノワグマの皮を使ってます。牛やヤギ、そしてイノシシともまた違った独特な脂肪感ですね。つぶつぶした脂肪感と毛穴が特徴ですね。割とツキノワグマだったりイノシシ側だと外羽のカジュアル系なデザイン選ばれる方が多いんですが、もちろんそういった表情のある革はやっぱりカジュアルによく合いますので、ただちょっとフォーマルめだってドレッシーめなデザインにこういった表情のある革を合わせるっていうのも面白いですよね。こちらはショートウイングのアデレードです。ショートウイングっていうのはウイングチップっていうのはだいたいここがボールジョイントかぶるぐらいまで伸びてくるんですが、もっと短いウイング形状になってます。ウイングキャップとかも言ったりしますね。そしてアデレードですね。この部分、シューレースの部分を囲むような形になってます。結構足特徴ある方だったんですが、まだフィッティングはまだこの納品してからということになりますが、かなり木型としても難しかったんですが、結構いい形に、かっこいい形になったかなと思います。つま先形状セミスクエアチゼルみたいな感じですね。で、この熊革、今完成時軽く磨いてあるんですが、これ過去自分が履いたものエイジングして磨いていくとこんな感じ。今この時点でも結構光ってはいるんですけど、さらに光沢感が増していきます。熊革はタンニンなめしの皮なので、クロムなめしに比べてより経年変化の部分は楽しめると思います。そしてライニングはレッド、黒にレッドはすごく合いますよね。ソールもレッドになってます。次はですね、とてもシンプルでかなり実用的な靴です。こちらデザインはV フロントのプレーントになってますね。3アリットです。V フロント多分日本語造語なのかもしれない。ちょっと分かんないんですけど、外羽のプレーントっていうと、多くの場合は羽の形状がこういうふうに90度に近いような形になるのが一般的です。そして穴が5個か6個かみたいな感じなんですが、穴の数を減らしていくとその分羽の長さが必要なくなってくるので、この前の部分が逆 V の字、こう見れば V の字ですねになってきます。こうなってくると少し、カジュアル感が減ってドレッシーな感じにもなってくるんですが、どちらもいける非常に実用的なデザインですよね。そしてかなりガンガン普段履きとして履きたいということで、傷の目立ちにくい片押しの革、これフランスの片押し、スコッチグレインの片押しの革ですね。スコッチグレインの片押しというのは麦のつぶつぶに見立てたような片押しで、麦には見えないですけど、そういった呼び方をされている片押しの一種ですね。他にもピングレインっていってもっと細かい片押しだったり、ハッチグレインっていってひし形模様の片押しだったりっていういろんなものがあります。これはスコッチグレインといってイギリスのかなり伝統的な片押しの模様ですね。色合いはタン、そして何よりも最大の特徴はラバーソールなんですね。やはりビスポークとなるとレザーソールでこうやって綺麗に仕上げたりとか、あとは半カラスにしたりとか、こだわり実用的ではないけど趣味性を高めていくっていうところもあるとは思うんですが、あえてラバーソールを選択することによってビスポークで足に合ってる革靴を非常に実用的に雨の日でも気にせずガンガン履けるっていうのはすごくいい選択肢だと思います。
ただラバソールの場合手縫いができないので出し縫いは機械になるんですが、その部分以外は全く通常のレザーソールで作る場合と変わらず作ってますので、見た目もキリッとして非常にかっこいいです。なんだかんだやっぱりビスポークはこう凝ったものを作りたくなるんですよね。で僕もやはりビスポーク作るならと思っちゃいますが、実はこういったシンプルで使いやすいものっていうのが一番手に取る回数は多くなったりもします。ただね、やっぱビスポークこれぞっていうものですね、こだわりの世界に一足みたいなの作りたくなりますからね、そこはねどちらももちろんありだと思います。次はこちら、非常に小さいですね。こちら女性の方なんですが、足のサイズ21センチぐらいで、先ほどのこちらの方が 26.5 から7ぐらいなので、比べるとこれぐらいの違いがあります。めちゃくちゃ小さいですね。ただ足を計測して作りますので、あまり足のサイズっていうのは関係ないです。現時点ではこうヒールの高いものっていうのは作れないんですが、デザインは女性らしかったり、サイズももちろん合わせて小さく作ることができます。こちらの靴はですね、少しレトロな雰囲気漂っていますね。こういった革靴、女性の方は履くことはね、おそらくあんまりないとは思うんですが、こういった女性向けのデザイン、ラインの取り方というか色使いだったりっていうのが、どうしても紳士靴ではなかなか難しいものができたりするんですよね。そしてバランス感がやっぱりサイズが小さくなってくると変わってくるんですね。特に一番顕著に出てくるのがこの羽の部分。羽の部分が短くなってくると穴の数を減らさないと詰まっちゃうんですよね。なのでこの靴はあえて穴の数を3つまで、4つぐらい入るんですけど3つまで減らして、そして外ハトメつけてます。レトロで可愛い感じの靴をということで、ウイング、ショートウイングですね、3アイレットのオックスフォードシューズ制作しました。こちらショートウイングになってるんですが、この部分は革は重なってなくてステッチですね、3重のステッチで表現しています。赤茶っぽいボックスカーフに白い糸で縫ってステッチの可愛らしさっていうのを際立たせてます。さらにこの紐ですね、これがちょっとリボンっぽいようなヴィンテージシューズによくついてたような網紐、ちょっと太い光沢のある網紐ですね。これをつけることによってより可愛らしさ、華奢な感じが出てるかと思います。こちらの靴はマッケイ製法ですね。女性の方なのでやっぱり男性の方とは違って筋肉のつき方、骨格も華奢だったりしますので、より屈曲性のいいように、皮の硬さを感じさせないようにマッケイ製法で素材も少し変えて作ってます。非常に可愛らしい靴ですね。4足目はこちら、先ほどと打って変わってものすごく渋い貫禄のある迫力のある靴です。こちらはアッパー制作の動画を出してますので、ぜひご覧ください。この靴の何といっても最大の特徴はアッパーの革、黒山革という漆塗りの革を使用していることですね。この渋皮になっているこのつぶつぶしているところの凸部分に全て漆が乗ってます。光に照らすとただの脂肪ではなくて、その上の漆の光沢感があるので、つぶつぶそれぞれがキラキラ輝いて見えます。そしてコンビの仕様になってまして、ここはミュージアムカーフの黒を使ってます。デザインとしては内羽、バルモアですね、内羽ロングバンプのつま先ダイヤモンドキャップになってます。そしてこの靴、フォルムが非常にストイックというか攻めた形してますね。これはお客さんの足型によるところも大きいんですが、スクエア等のチゼルになってまして、黒っていう異素材コンビっていうところもまた非常に通というかビスポークならではという靴になってますね。そしてソール面は半カラス仕上げのつま先に真鍮プレート。やっぱりこの黒山川は以前タンナーにお邪魔した動画も
出してますが、そちらもぜひご覧ください。やっぱり日本の姫路で作られた甲冑なんかに使われるような革ということで、靴になってもどこか日本的な印象が和風な感じが漂うのは気のせいなんでしょうか。そういった靴作りっていうのは僕は常に心がけているところではあるんですが、やっぱこの素材によってすごくその部分がより強調されてますよね。かといってこれの靴をパッと見た時に和の靴だなとは思わないとは思うので、そういったヨーロッパから入ってきた革靴にこの和のエッセンスを取り入れて融合させていくみたいなところが非常にこの素材によってもできているのかなという気がして、黒山革ちょっとね革自体はかなり高価なんですが、こういった素材感のあるテクスチャーのある革お好きな方はおすすめです。ということで本日はビスポークシューズの完成の紹介をしました。いろいろなオーダーいただけて本当に嬉しいですね。オーダー相談させてもらう際はお客さんよりはおそらく僕の方が靴の完成がイメージできていると思うので、靴のイメージをその時にしながら、こういうデザインはどうですか、こういう革はどうですかっていうふうにご提案するんですが、やはりこうやって自分で作って完成品を見ると、ああこういう感じになるんだっていう、その最初に思い描いたものが形になっているっていう、やっぱり完成の瞬間いつも毎回テンション上がるというかね、楽しみな瞬間です。たくさんオーダーいただいてますので、引き続き制作頑張っていきます。それでは今後ともよろしくお願いします。